コウタです。タイです。世界中チャンネル始まります。イエーイ。今日はバリ島生活メリット5選ということでお話ししてみたいと思います。はい。それではレッツゲットスタート。世界中チャンネル。はい、それでは1つ目ですね。バリ島移住のメリット1つ目は物価の安さです。物価安いところもあればすごい高いところはあるんだけれど、それぞれのその予算に合わせて楽しめるというところが特徴かなと思います。幅広いよね。幅広い。特にすごく安く抑えたいっていうんであればクタエリアなんかが良くて、バックパッカーの人がね、いっぱいいるし、宿も1500円ぐらいから1日1泊ありますね。でマッサージも1000円ぐらい。そうだよね。1000円ぐらい。一番安くて700円とかね。700円ぐらいから、チップを入れて1000円ぐらいというふうに考えておいてくださいと。でもそれぐらいあるので、安くも済ませるし、リッツ・カールトンのような超高級ホテルもあると。そうだね。いうことで、いくらでもどんな予算にも対応できるのが素晴らしいかなと。我々が特に好んで食事に関して好んで行ってたのはワルンというお店ですね。他の動画でもねご紹介していると思いますが、ワルンというところが地元の定食屋で、分かりやすいのが京都のおばんざい屋さんってあると思うんですね。いろいろね。いろいろ惣菜がバーってあって、チョイスして、例えばなんとかご飯とかって食べれるっていう感じで、そんな感じでいろんな惣菜があって、ヘルシーにしたいときは、野菜を中心に選ぶこともできますし、がっつりいきたいっていうんであればフライドチキンとかね魚もあるんで、そういうのもチョイスするというので、だいたい多くて1人500円ぐらいですか。1人500円なかなかいかない、なかなかいかない。私たちなんかは2人で500円とか600円とかっていうことも結構あったから、女子は絶対喜ぶと思う。そうですね。好きなやついろいろ食べたいみたいな欲張りな人には最高にいいと思います。しかもワルンにもいろいろあって、特に観光客がある程度いるワルンなら、ほぼクオリティも問題ないし、清潔度も結構ちゃんとしているところが多いので、ぜひ行ってみていただければと思います。サーフィンとかやるときはだいたい500円で2時間ぐらい借りれたりします。ボート借りレッスンは店によるけど3500円とか、高いところで5000円とかいうところで受け入れるので、60代70代のヨーロピアンの方が受けてるので、そうやね、頑張ってるよね。ぜひあなたも受けてみていただきたいと思います。本当に交通に関してはグラブというのが非常に便利で、シェアライドアプリですね。でこれはちょっと危険な面もあるんですが、グラブバイクがめちゃくちゃ安くて、だいたい200円超えることはほぼないなっていう感じです。どこでも130円ぐらいで移動できる。90円から200円ぐらいの間でだいたい移動できる。混んでるところもスイスイ行ってくるので、車より半分近くの時間で行けたりする場合も結構あるので、ちょっと雨具合なのでグラブバイクさんがスマホにビニールをかぶせています操作できんのか、すごい。チャングの中で移動するときはバイクがすごい便利で、ちゃんとねヘルメットを貸してもらって、ぜひ使ってもらえればなというふうに思います。というわけで物価でした。さあ2つ目、大自然ということで、海があって、山があって森があってということで、特にバリ島の長期滞在の宿は結構自然に囲まれているところが多いです。なんか木がねいっぱい生い茂ってるよね。ちゃんとなんか剪定もされたりして、いろんな種類の木があったりして、すごくなんかもうその場にいるだけで癒されるような雰囲気があったりとか、鳥の声がすごいしてるしね。夕方とかはもうビーチに行ったらものすごく綺麗な夕日。夕日がいつも綺麗。夕日が綺麗。すごいよね。色がピンクとかなんかなったりして。そう、これは本当にびっくりするんで、ぜひ。あれはバリの特徴かもね。沈んでからも20分ぐらい綺麗ですからね。10分ごとに色が変わっていくんで、ぜひこれも体感していただけたらというふうに思います。で、大自然、あとウブドなんて行くと本当に森ですから、確かに山の中になんかいろんな街がある。そうカフェもあったり。癒しの空気といったらウブドだなっていう感じですね。だから癒されたい場合はウブドに行って、ちょっと癒しとアクティブに活動している場合はチャングーとかね行っていただければなというふうに思います。本当に。とにかく大自然はどこ行ってもあるということで、それもおすすめかなというふうに思います。確かに自然めちゃくちゃいい。これはメリットの2つ目です。はい。3つ目、
候です。気候ね。これはちょっと外これせないはね、ポイントだね。もしかしたら最大のポイントかもしれない、我々にとっては。我々にとっては。長期滞在の人にとってはすごい重要なのがこの気温だよね。そう。うん。やっぱり我々沖縄に住んでましたし、東京にも住んでたし、すごい気候のいい時期ももちろんあって、あ、最高だなみたいな、気温も湿度も、なんか、太陽もいろんな意味で最高だなっていう日があるかと思うんですけど、そうは言っても日本でいうと大体合計30日もないんじゃないでしょうか。ないっすよ。10日ぐらいじゃん。とにかくなんか、例えば T シャツと短パンだけで、もうなんか、気持ちいいなっていう。暑くも寒くもないっていう。うん。そんな10日ぐらいしかないんじゃない？それがですね、このバリでは、なんと200日ぐらいある。だいたい4月から11月ぐらいまで、11月半ばぐらいまでは、もうありえないほど気持ちいい時期が続きますね。最高気温でも30前後ですね。2度とかそれぐらいかな。最低で22、3度だよね。ちょい寒いぐらい、ね。その間のところを行ったり来たりしてるから、もちろん日中でね、日差しがすごいきつい時はあるけど、でも日陰に入ったらね、もうそう一挙に涼しくなって、これはめちゃくちゃいいよね。だからオープンエアのカフェがすごい多くて、確かにそこがねまた気持ちいいんですよね。雨もね、雨季もちろんあるけど、でもその時期ってそんなに降ってないからさ、降っても1日10分降るかどうかっていうぐらい。そうだよね、長く降ることがあんまりないしね。この寒気の時期に行かれることがいいかなと思います。年配の人とかにも良くない？すごいいいと思います。体にめちゃくちゃ優しいじゃん。体調を日本で崩してバリに住んだら治ってきたみたいなね、いう方もいらっしゃるぐらい、本当になんか幸せにあふれた国だなというふうに思うので、ぜひこの気候も感じていただきたいというふうに思います。これは3つ目。そして4つ目、はい、タイミさんのコーナーやってまいりました。食事、そしておしゃれカフェということで、まあ女性のね、2大大事なことかなというふうに思います。食事なんか超重要なんだから、しかもおしゃれっていうのもすごい大事で、そうですね。やっぱりなんかいろんな国住んでみて、こうおしゃれななんかこう通りとかおしゃれなお店がいっぱいある場所とかに行くだけでもうテンションが上がって、あーみたいな、幸せみたいな感じになる。通りを歩くだけでもね。そう。店がだからおしゃれって結構重要やなって自分の中ではめちゃくちゃ思うっていう。ああいうヘルシー系食事もあるし、でちょっといいレストラン、高級系のレストランとかもあるし、でしかもいろんな種類。そこが大事ですね。割とやっぱ観光エリアだけあって、オーストラリア人も多いし、ヨーロッパ人も多いし、もちろんアジアからもたくさん来るので、いろんな食事があるんですよね。そうだよね。中華もね、そう美味しい餃子屋さんがあったりとか、ピザ、そうピザ、ハンバーガー、ハンバーガー。でもちろんパスタとかタコスとか好きなやつあるやん。お店もあるし、ラーメンもあるし、ないものほとんどないよね。韓国料理がちょっと少ないかな。そうだね。韓国料理、中国料理もまあ餃子屋さんはあるけどちょっと少ないかな。そうだよね。アジア料理が少ないけど、まあ欧米系のお食事は大体全部あるって感じのね。日本食もあるし、それでもリーズナブルに行きたいって言ったら吉野家がありますから。そうやな。吉があるから。我々も3回ぐらい行って本当に感動します。同じ味だ。あとスーパーとかでも結構な食材揃うよね。そうね。まあスーパーがちょい高めかなってとこあるけど、そこまたねデメリットでお話ししたいと思いますが、高めのものもあるということで、それがでも揃うよね。何でも一通りは。何かなくて苦労することがほとんどないという状況ですね。そうやんね。そうやんね。だから割と長期滞在に向いた場所かなというふうに思います。そう。あとおしゃれな服とかたくさん売ってるし、すごい安いですよ。もうおしゃれカフェ本当にやばいよね。おしゃれカフェちょっと行ききれないぐらい。スターバックスも何店舗かあるんですけど、もう全然他に負けちゃってるんですスタバが、あのスタバが閑散としている、ほとんど閑散としている。おしゃれそれが同じ価格帯のねカフェで本当におしゃれで Wi-Fi もあって仕事もしやすかったり、カップルで行きやすかったりするようなカフェが本当に多いので。ぜひね、いろいろ行っていただきたい。本当にいいよね。あんなに可愛いカフェ大量に揃ってる場所ってなかなかなくない？で、これは特にね、チャングがいいです。私たちもいっぱい開拓しようってしたけど、もう行ききれないって感じで。可愛いものありすぎて本当にもうすごいんですよ。そうです。女子が絶対に上がります。もうテンション上がっちゃいます、あれは。というわけで、この街歩きも楽しんでいただき、カフェでね、カフェ巡りも楽しんでいただければというふうに思います。最高です。おすすめです。はい、こちらが4つ目でした。次。ラスト。これがね、一番
我々にとっては過ごしやすい一番の原因。さっき気候も一番って言ってたけどね。でもそれも含めだよね。そうだね。ここでやるとバイブスって言ってますね。バイブスとエネルギー。エネルギーね。幸せエネルギーですよね。幸せバイブス。これがもう島中に広がっている。そんな気がするよね。ちょっと統計取れたわけじゃないんですけど、もしかしたらなんか国民というか島民の幸福度が世界一なんじゃないかと思うぐらい、もういるだけで幸せを感じられる。原因の一つがなんかこうちゃうかって言ってたのがさ、結構その、行事が多い。例えばヒンドゥー教とか、イスラム教とかもあるけど、それぞれに行事が結構多くて、なんかきっとこう自然と触れ合ったりとか何かお祈りしたりとかする。それ自体がなんかこう多分平和を生んでる、その心の平和を生んでる気がするっていうか、働いてる方々も苦しそうな顔して働いてる人あんまり見たことないから、皆さんなんかにこやかになんか鼻歌歌いながら楽しそうに仕事してるし、幸せエネルギー満載な感じがする。でそれを我々もね感じるだけですごく幸せな気持ちになるということで、あんまりなんか何もしなくても幸せだなっていう。そうだよね。朝起きて鳥の声聞こえて緑がパーって見えてみたいな、それだけでなんか幸せみたいな、ね、夕方夕日見て幸せみたいなね、本当だよね。そういった面も楽しんでいただけたらなと。だからおすすめはあんまりバリ島で活動しないってことですよね。長期でじっくりなんかそういう感じで過ごしてもらうといいよね。はい、それでは今日はバリ島移住のメリット5選の、5選なのか6選なのか7選なのか分かりませんがお話をさせていただきました。ぜひあなたもバリ島に、短期でもいいんですが、できれば長期で開催していただけたらというふうに思っております。はい。それではまた世界中でお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録、高評価、そしてコメントお願いします。全部読んでます。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world.